おはようさんです。こままるです。今日はこままるがたまにする菓子パンアレンジを紹介しよう思います。少し前に投稿したこれはよくするやったのに、なんで今回はたまにかというと、日本に住んでたらスーパーやコンビニとかで気軽に手に入る有名な形状のこのパンくくりだからです。まず一つ目にお芋さんのペーストやあんが入ってる柔らかい食パンのサンドイッチ。秋頃になると栗とかお芋さんとかの菓子パンが増える時に作って食べてほしいです。味の変化と食感、高級感を低価格で出したい思い考えついたんがこれ。用意する駄菓子、北海道メーカーきびだんご。以上です。袋からサンドイッチを取り出し、棒状になっているきびだんごを半分にオブラートごと切り、サンドイッチに乗せます。そしてサンドイッチを半分に折りたたみ、500ワットの電子レンジで20秒ほど加熱し、出来上がりです。嘘みたいにきびだんごがきびだんご感がなくなり、そのまま食べるのも美味しいけど、さらにびっくりするぐらい美味しくなります。ほかほかをどうぞ。次はツナマヨの食パンサンドイッチを使います。ツナマヨは言わずと知れたスズキ目、サバ科、マグロ属に分類されているお魚さんの魚肉が使われているんよね。血合いは使われてないから色の淡い身、ホワイトミートが使われてて、マヨネーズとめっちゃ合う。用意するもの、ごま油適量。袋からサンドイッチを2枚取り出し、平らなところに置きます。次にごま油をこれくらいの量かけます。そして油が垂れないように注意しながらパン2枚を楽器のシンバルみたく優しく持ち上げ、油を垂らした面をこすり合わせ、油を伸ばし塗ります。こうすることで洗い物が一つ減ります。平置きできるオーブンまたは魚焼き器、グリルで焼き目をつけたら出来上がりです。熱々ほっかほかをどうぞ。ただ中のツナマヨがびっくりするぐらい熱いので注意して美味しく食べてくださいね。次はみんな大好き卵のサンドイッチを使います。袋からサンドイッチを2枚取り出し、片方に梅干しを散らし乗せます。梅じそも同時に入れるときは梅肉を気持ち少なくしたりして調節してみてください。そして何もしてないもう1個の方を重ね出来上がりです。今回は柔らかい梅干しを使いましたが、カリカリ梅でも美味しいです。甘い俗に言うコンビニのおにぎりの中に入ってる紀州梅自体は美味しいんやけどね。こままるも好きなんやけど、ちょこっとこれには合わんかもです。見てくれてありがとう。あなたの好きなサンドイッチは何ですか？もしよかったら下のコメント欄に書いて教えてくれたら嬉しいです。次の動画でまた会えることを楽しみにしてます。じゃあまたね。